戦績というのは実にさまざまなバリエーションがあるということが分かってきました。でそれにはもちろん戦闘の舞台になっているところ、実際に爆弾が落ちたり、それ以外に例えば軍事兵器を収納する場所、あるいは一般の人々が避難する防空壕、あるいは非常に重要な物資を隠すような資料庫、そういったものを含めて言うならば戦闘の最前線じゃなくて後配置にある、そういったものも含めて戦争の記憶あるいは記録化されているそういう現場を含めて全てそれを戦跡というふうに呼んでいます。早速見てみます。この2種類の大砲があったわけですね。28センチの、榴弾砲っていうのはボヨーンとこう描いて、それに対してカノンはまっすぐというだいたい14キロぐらいまでいけますから、じゃあ砲弾後に行ってみましょう。ここにあったわけですね。でここに、大砲があった。さっき写真で見た弾榴砲とかカノン砲とかいうことになるわけですね。カノン砲ではとても海まで届かないと思うんです。いうか邪魔になるから、こっから撃ったとしてドワーンとこう描いて海の沖へ行っている船を、そういうふうな想定をしてるはずですね。ありますね。ここにもあります。日本が近代化するためにどういう技術が導入され、あるいはモデルとされたか。じゃあその、大砲だけじゃなくて、弾薬庫はどのように作られたかというと、この軍事の近代化にはさまざまな国の軍事的な知恵というか知識というか情報が盛り込まれているというところを、チェックして比較していきたいなというふうに考えています。お客様の安全安心のためご理解ご協力をお願いいたします。和歌山市役所観光課。レンガも積み方によっていろいろな
いうようなスタイルがあるんですね。この短い方が小口でこっちが長い方になるんですけど、この長い方が角段になってて、なおかつ端が揃ってると、こういうスタイルがイギリス式というレンガの積み方になるんですね。イギリス式のレンガ積みは強度が強いと言われてるんですが、そういうことで陸軍は一律にイギリス式でやりましょうというふうになったらしいです。なぜここに要塞を作らなければならないかというと、やはり戦前の日本の経済の中心は大阪でしたので、この大阪という地域を守らなければならない。この紀伊水道を来る船、あるいは軍艦戦艦をターゲットとして、それを牽制するとか、あるいはそれを攻撃するための砲台が残ってて、その砲台のために弾薬庫が残ってたりという、そういうような目的が非常にはっきりしていて、紀伊水道を防衛するというための大砲がたくさんあるということですね。これが将兵の2つぐらいの今で重工ですよね。だから中で多分寝てたのはここの部屋で寝てると思うんですよ。それで何かあった時にここから鉄砲を出して敵を、だからそれ入り口がものすごく分かりやすく一箇所にもう限定してるいうのは、ここから狙えるいうことですよね。だからここもレンガ造りやから、やっぱり機器類が入ってるか弾薬類が入ってるか、そういうことになると思うんですよ。だからこれはもうさっき言ったようにイギリス式のレンガの積み方っていうのはもうはっきり非常に明確に分かりますよね。一緒ですね。弾薬庫ですね。これは湿気取りのあれになってるんだな。やっぱり結露を防いでるわけですよね。ここに大きく非常に頑丈な扉が、鉄の扉があったと。潤沢なお金があって、外国人顧問が技術指導をしてるわけですよね。当時の技術の土木技術、建築技術、それから電気工学の技術の粋が集まってるということ。それからマイナス面は予算審議をせずにですね、怒涛のようにここにはお金が注がれてたと。友ヶ島というか、この日本全国の要塞と言われるところですね。で、少なくともここの特徴はそれが全く使われていない。
つまりたくさんのお金が全く使われたら今は消費された半世紀余りという特徴がある。つまりここで何か教訓としてこの施設で思われるかいうのはやっぱりこういう軍事予算というものの浪費ということがやはり決定的に見える。活用したいというふうななんかプランっていうものは具体的にあるんでしょうか。アニメの世界観があるということで結構コスプレとかそういうのでを目的においでいただく来島者の方が増えてきたっていうことがありました。若い方がこういう、戦績かどうかっていうことはあまり意識せずこの雰囲気に惹かれて結構来られてるいうそんな感じなんですか。そうですね。その時増えたのはどちらかというとその雰囲気がやっぱりすごい素晴らしいということで来ていただいてたのかなと。10代20代の方っていう感じになるんですね。そうですねが多いかと思うんですが比較的もう少し幅広くおいていただいてるかなという気はします。環境とかですね環境学習とかっていう意味でイベントに来ていただく方も結構多くなってまして、そういう低年齢層の方々、生徒さんは来られてるんですか。最近多いです。以前はね本当に遠足って言っても本当にこの辺を広場のあたりを歩いてお弁当を食べて帰るっていうのが多かったようなんですけども、最近はいろいろそういう環境を絡めたりとか、いろんな目的で来ていただいてます。そういった時に戦争の話が加わるんでしょうか。なかなかその辺っていうのがご存じないというかあんまりそういう歴史ご存知じゃない方も多くてですね、私らまだまだ勉強不足なんですけどもその事前にですね学校へ行ってちょっと授業させていただいたりとかということで多少はちょっと知っていただいた上で来ていただくようにはしてるつもりです。それはいい試みですよね。そういう点ではここは十分世界にアピールできるだけの素材は持っているような気もするんですけどね。ちょっとでもね歴史のことも加えて説明させていただくとすごく喜んでいただけるので、そこらはもう来ていただく前から見といていただいて学んでいただいて来ていただけるような試みっていうのは外国人の方に対してもやっていきたいなというふうには思ってます。近畿圏の真っ只中にこういう施設があるということを多くの方はまだまだ知られてないだろうと思うんですね。戦争を知らない我々を含めた世代に、生の情報としてやっぱり見ていただくということはとっても重要なことです。ただここはその戦争遺跡というだけではあまりにももったいない施設だなというふうには思いました。やっぱりこう来て現場を踏んで、考えるということも大事ですけどやっぱり感じていくということの大切さですね。地域のさまざまなことそういうことがここぜひ訴えたいところですね。ぜひ来ていただいてこの場を見ていただいて、今この素晴らしい展望台の上から平和な景色見てます。この平和というのは非常に貴重であって戦前の人たちはこの景色見れなかったわけですよ。申し上げましたように検閲というシステムの中でですから私たちはこういう平和な中で検閲もないというこの素晴らしい環境や美しい景色を見れることはなんと幸福かということも実感できる場でもあると思うんですね。だからそういう点ではぜひ来ていただいて自らの幸せを感じていただきたい。同時にやっぱりいろいろな問題というものも考えていくということも必要やろうと思います。はい、ありがとうございました。